本動画の結論。レポポイント POP3 プラスは簡単に高精度で撮れる使いやすさに特化した家庭向け 3D スキャナー。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。皆さんは 3D スキャナーは使われますでしょうか？このチャンネルは 3D プリンターの情報がほとんどですが、今回は 3D スキャナーを使ってみましたのでご紹介したいと思います。使う機器はレボポイントの POP3 プラスという機器で、この製品は 20mm 角の小さいものから 2m 角の中型サイズまでスキャンできます。家庭向け 3D スキャナーは以前いくつか使ってみたことはあるのですが、この製品は使いやすくなっている上に精度もいいのでびっくりしました。もちろん万能というわけではなく注意点もありますので、その内容もご紹介できればと思います。3D スキャナーに興味があるレボポイント POP3 プラスを検討しているという方はぜひ最後までご覧ください。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、POP3 プラスってどんなの？セットアップしていく。2、超早いワンクリック編集で簡単処理。3、いろんなパターンのモデルをスキャンした結果。以上3つを詳しく解説していきます。それでは1つ目の POP3 プラスってどんなの？セットアップしていくを解説していきます。POP3 プラスはスタンダードセット、アドバンスセット、プレミアムセットの3つのパッケージが用意されています。今回使っていくのは一般的なスタンダードセットです。これらは同梱されているオプション品が違っていて、バッテリーが付属していたり、ターンテーブルの違いがあります。パソコンから離れている場所で使いたい場合や、ターンテーブルをこだわる方はスタンダード以外で選びましょう。これが POP3 プラスの本体です。コンパクトでいい感じですね。重さは 190g なので軽くて扱いやすいです。操作ボタンがあり、スキャン開始、停止、デプスカメラの露出度を本体で操作することができます。こちらは三脚です。首の高さは自由に変えることができます。ターンテーブルです。回転方向や回転スピードを変えることができます。付属の Type-C の USB ケーブルを接続すると回転し始めます。マーカーパッドです。特徴の少ないモデルをスキャンするときに使います。シールタイプのマーカーも入っています。直接モデルに貼り付けてより精度よくスキャンするのに使います。大きいシート状のマーカーも入っています。モデルが大きい場合に使えそうです。では組み立てですが、スキャナーに三脚を取り付けます。スライドしてセットします。スキャナー本体に付属の USB ケーブルを接続します。反対の方はパソコンの USB 端子に接続します。ネジを手回しするとケーブルが抜けないように固定することもできますね。ただ装着するだけでもカチッと刺さるので、これはどちらでも良さそうです。ターンテーブルの端子に USB ケーブルを接続し、反対をパソコンに接続します。モデルが付属しているのでターンテーブルに載せます。では続いてレボスキャンというソフトをダウンロードしてインストールします。レボポイントのサイトにアクセスします。サポートタブにポインターを合わせ、ダウンロード内にある詳しくはこちらをクリックします。OS は Windows を使っているので Windows のダウンロードボタンをクリックします。ファイルが一つダウンロードされますので完了するまで待ちます。完了したらダウンロードしたファイルを実行します。言語を選択します。英語か中国語のどちらかを選びます。インストールボタンをクリックしてしばらく待ちます。完了するとデスクトップにレボスキャンのアイコンが作成されるので実行します。それでは2つ目の超簡単ワンクリック編集でスキャンするを解説していきます。レボスキャンを起動するとこのような画面になります。スキャナーを接続するとスキャナー接続済みと表示されます。新規プロジェクトをクリックします。するとこのような画面になります。まず上のツールバーは主にスキャンしたデータの編集に使います。この部分はスキャナーとモデルの距離が適正かどうかを表示します。ベストが最適距離になります。あと左側にはデプスカメラというものがあり、これも距離感をサポートしてくれます。赤色や青色になっていると異常なのでなくすように位置調整をします。基本オートで大丈夫ですが、オートボタンをクリックするとオフになり手動で調整することもできます。RGB カメラはカラースキャンを行う場合に露出の調整をします。基本的にオートで大丈夫ですが、手動でも調整することができます。右側にはスキャナーの設定があります。精度だったりトラッキング方式、カラーモノクロスキャンなどの切り替えを行います。それでは簡単にスキャンできるワンクリックスキャンをやってみます。ターンテーブルにモデルを載せて距離をベストになるように位置調整をします。
調整値はそのままで開始をクリックします。一周回るまで待ちます。何周もスキャンしてしまうと誤差が増え余計に精度が悪くなるようですので一周で終わらせます。完了ボタンをクリックします。するとロー形式で表示されます。つまりデータを取った後の生データの状態です。そして上のツールバーにあるワンクリック編集ボタンをクリックし右側の適用をクリックします。ワンクリック編集は融合やメッシュ化を自動で処理してくれるので初心者には助かる機能です。ちなみに融合とはロー状態を点群データに変換する機能です。点群データにすると上のツールバーにあるアイソレーション検出、スムーズなどの編集をすることができます。そしてワンクリック編集を使わない場合は点群データをメッシュ化します。メッシュ化は点群データを三角形で作られたメッシュデータに変換する機能です。またこれらの変換処理は結構パソコンに負荷がかかっているようでこの処理中はファンが高回転になりますね。では話を戻してとりあえずワンクリック編集が完了しました。これでメッシュ化まで完了しています。ただスキャンしきれなかった部分が穴開き状態になっています。そこで置き方を変えてスキャンを取っていきます。次は穴が開いていた部分が映るような置き方で取っていきます。これも一周ぐるっと撮影してから完了ボタンを押します。するとこんな感じでローデータが出来上がります。頭のてっぺんや底面がしっかり取れています。ではこのモデルも同様にワンクリック編集を行いメッシュ化まで終わらせます。するとこのような感じになりました。ところどころ取り切れなくても大丈夫です。では撮影した2つのデータを組み合わせていきます。ツールバーにある合成ボタンをクリックします。左側にある2つのオブジェクトモデルにチェックを入れます。もし合成したいモデルが2つ以上ある場合はそれにもチェックを入れます。右側に特徴と手動アライメントを選ぶところがありますので今回は特徴を選択しプレビューボタンをクリックします。特徴の方はソフトが自動で位置合わせをして合成してくれます。また手動アライメントは3点の位置を手動で指定して合成する機能です。まずは特徴で一度やってみてうまく合わなければ手動アライメントを使うといった流れがいいと思います。ではプレビューした結果ですがこのように2つのデータがいい感じに重なってくれました。問題なさそうなので適用ボタンをクリックします。すると1つのデータとして合成され合成後のオブジェクトが左側に追加されます。合成後のオブジェクトを選択しワンクリック編集ボタンをクリックします。適用ボタンをクリックします。これで穴が開いていた部分が埋まりメッシュ化まで完了しました。操作方法を覚えてしまうとかなりスムーズに作業できますね。まだ少し穴が開いている部分がありますが穴埋め機能で埋めることができます。後ほどご紹介いたします。それでは3つ目のいろんなパターンのモデルをスキャンしてみた結果を解説していきます。3D スキャナーは読み取りやすい色とそうでない色があります。例えばこんな感じの黒色のものは基本的にスキャンに向いていません。レポスキャンにはスキャン対象物という設定項目を黒色に変更することで黒色の物体でもスキャンできる機能があります。試してみたところ確かに黒色の読み取りは良くなりましたがターンテーブルも黒色のため混在してしまいうまく取れませんでした。もしかするとターンテーブルを使わないケースなどはいいかもしれません。そこで ASAB というスプレーを使います。ASAB を物体に吹きかけると表面が白色の粉で覆われますので読み取り精度がアップします。白い粉は1日くらいで綺麗になくなってくれますので拭き取る手間などなくとても便利です。価格は 400ml で5500円くらいで購入できます。黒色や反射するもの、透明なものをスキャンしたい場合は利用してみてください。ではスキャンしてみます。黒色の設定にしなくてもかなりいい感じで映ってくれています。置き方を変えて再度スキャンしていきます。取れたら先ほどと同じ要領で2つのオブジェクトを合成していきます。モデルの周辺に不要なデータがあるので消す作業をしていきます。したいところの上で右クリックし連結成分を選択をクリックします。するとポインターが丸い形状になりますので消したい部分をクリックして選択します。デリートキーを押すと削除することができます。続いて丸い穴が開いている部分を埋めていきます。上のツールバーにある穴埋めボタンをクリックします。メッシュ化の処理まで終わっていないと選択できないようですので注意してください。右側にある検出ボタンをクリックします。穴が開いている部分を選択して適用ボタンを押すと埋めることができます。穴が塞がれたことを確認します。穴埋めする形状は平面と曲面を選ぶことができます。これで一通り完成になります。直感的に操作することができるのでとても使いやすかったです。
続いてはこのような金属のパーツで試します。光が反射するので基本的にはスキャンには向いていません。まずは通常設定でスキャンしてみます。ほとんど映らないです。やはり金属の光の反射があるのでこのようになってしまいます。そこで先ほどと同様に ASAB を使います。こんな感じになります。ではスキャンしてみます。すると点群が流れていってしまいうまく取れませんでした。位置がうまく拾えていないようです。特徴の少ないモデルは位置がわからなくなりこのようになってしまいます。そこで付属されているマーカーシートを使っていきます。このマーカーシートをターンテーブルの上に乗せます。トラッキング方式を特徴からマーカーに変更します。するとマーカー部分が赤く表示されるのでこの状態でスキャンを開始します。先ほどみたいに流れていかずにしっかり取れていますね。ワンクリック編集してメッシュ化が完了しました。結構綺麗に取れていていい感じです。またマーカーシールも付属されていますのでこれを物体に貼り付けてスキャンすると精度よくスキャンすることができそうです。続いてはこのような黄色のモデルで試してみます。一般的なモノクロ設定で試すと結構しっかり取れています。黄色の場合反射は問題ないみたいですね。ローデータだとこんな感じ。同じくワンクリック編集していきます。メッシュ化しました。いい感じに撮れていますが表面の鮮明さが欠けています。そこで POP3 プラスはカラーモードが使えるのでそれを試してみます。右側のカラースキャンのトグルをオンにするとカラースキャンモードになります。カラースキャンした結果がこちら。お腹周りにあるマークがしっかり映っていますね。カラースキャンはメッシュ以外にテクスチャー処理ができるのでモノクロスキャンと違い表面部分がしっかり再現されているようです。同様のやり方で青色のモデルで試すとこんな感じです。これも特に問題なく綺麗に撮ることができました。それでは本動画をまとめていきます。1、POP3 プラスがいいと思った点。本体がコンパクトサイズな上、軽量のためとても扱いやすかったです。セットアップがとても簡単で、特に手間になるところはありません。ソフトのインストールも早く終わりました。ワンクリック編集、合成、穴埋め処理など簡単に操作できて扱いやすかったです。精度が取れない場合でもマーカーが同梱されているのですぐに試せるのはとてもいいと思いました。カラースキャンを使うことで表面が鮮明にスキャンできます。小さいサイズのものから中規模サイズのモデルをスキャンすることができます。2、POP3 プラスの注意しておきたい点は以下の通りです。モデルの形状や色、材質によっては精度が落ちてしまうので ASAB などのスキャンパウダーが必要となります。レボスキャンソフトは使いやすかったですが最低限の機能は覚える必要があります。まとめは以上となります。なお、本動画でご紹介した商品、備品、参考サイトなどは概要欄でご紹介していますのでチェックしてみてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますのでチャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。